ください、このふかふかなパン。翌日の方がしっとりしてて美味しくて、よもぎの香りに包まれるパンくるみロールです。今日は春を感じるよもぎを生地に練り込んでいきます。こんにちは、松尾美香です。3日経っても硬くならない心と時間を豊かにするパン作りを一緒にしていきましょう。まずはミキシングです。ボウルに材料を入れていきます。よもぎは乾燥のものを使っていきましょう。水に戻さずそのまま使ってしまって大丈夫です。軽く混ぜましたら水を加えて、粉がなくなるまでしっかり混ぜていきましょう。ぜひよもぎの香りを感じながら混ぜていってください。粉がなくなりましたらテーブルに出して、さらに混ぜ込んでいきます。生地を遠くまで伸ばしていきましょう。手と一緒に生地が戻ってくるようになったら、次はこねていきます。手で力強く生地を転がしていきましょう。急がなくてもいいので力を入れて転がしていきます。弾力が出てきたらグルテンチェックをしていきましょう。生地を伸ばしてみてください。ゴムのように伸びるようになったらこね上がりです。バターを混ぜ込んでいきます。混ぜやすいように細かくカットしてください。生地の上に乗せて遠くまで伸ばしながら混ぜていきます。バターが混ざったら生地を丸めていきましょう。生地の表面がピンと張るように丸めてください。30度で40分発酵させます。生地が 1.8 倍になるまで温かいところに置いておいてください。大きくなりましたね。フィンガーテストをしていきます。軽くガスを抜いて、丸め直したらベンチタイムを10分取っていきましょう。成形をしていきます。軽く打ち粉をしましたら綿棒で生地を伸ばしていきましょう。だいたい25センチ四方に伸ばします。均一の厚さになるように伸ばしていきましょう。あんこをのせていきます。今回はこしあんを使っていますが、粒あんでも大丈夫です。まず全体にあんこをのせていきます。それから伸ばしていきましょう。
パン作りに慣れない人はこしあんの方が伸ばしやすいです。くるみをのせていきます。半分にカットしながらのせていきましょう。いい音がしてますね。手前から巻いていきます。巻き終わりをしっかり閉じていきましょう。6等分にしていきます。今回アルミカップを切らしてしまったので、アルミホイルで自分で作りました。ちょっと面倒でしたので、アルミカップがない場合はオーブンシートに乗せちゃいましょう。形を整えていきましょう。高さがちょっとあるときには低くしてあげてください。35度で30分発酵させていきます。途中オーブンに余熱を入れておきましょう。180度で13分から15分焼いていきます。焼き上がりました。あんこがちょっと飛び出てね、美味しそうですよね。はい、ちょっと食べてみますね。見てください、このあんこの量。あんこ好きにはたまらないですよね。よもぎとあんこのバランスがとってもいいです。ふかふか感をお見せするの忘れちゃいました。見てください、このふかふか感。3日経っても同じふかふか感なので、すぐ食べちゃってもいいんですが、ぜひ3日後も食べてみてください。今日も一緒にパン作りを楽しんでいただき、ありがとうございました。もっと深く学びたい方向けに動画講座もご用意しています。詳細は概要欄をチェックしてくださいね。もしこの動画が参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。作った感想などのコメントをいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。